皆さんこんにちは。好奇心 TV です。今回の動画は今のところ世界の潮流となっている地球温暖化対策、移民対策、日本においては少子高齢化対策についていまいち他人事と思っている方が大多数だと思いますので、実は私たちには今後とんでもない試練が待ち構えているという理由をお伝えしていこうと思います。今国民生活は物価高にあえいでいるということは誰でも知っていることであり、それをもってもうこれ以上増税はないと考えているとしたら甘いです。今国際機関や日本政府が行っている政策は詐欺だとしか思えませんし、トランプ大統領が大統領就任直後からものすごい速さで革命を起こしている背景には、アメリカがろくでもない輩たちによって支配されてきたということがあり、その手下となっている国際機関、アメリカの政府機関の粛清を行っているという理解が必要です。ぜひこの動画を最後まで見ていただき、現実に起きているまるで映画のような現実の理解を深めるためのきっかけとしてお役立てください。このチャンネルでは自分や家族の身を守るためにできることや、日本人がこれ以上騙されることがないようにするための情報を発信しています。チャンネル登録がお済みでない方はぜひチャンネル登録をお願いします。さて、今回の動画を作成するにあたり、キヤノングローバル戦略研究所の杉山研究主幹が発信している情報からインスピレーションを得て作成しています。この動画をご覧いただいている方の中には、地球温暖化問題が世論となる過程で明らかになった NHK による捏造報道や、良心的な科学者による脱炭素は間違っているという情報を耳にしてきたと思いますが、国際機関や NHK、政府が言っていること以外のことは陰謀論と言われてきました。ところがアメリカの新大統領であるトランプが、今まで陰謀論と片付けられていたことに対して、明確に腐敗と言い切るだけでなく大統領令を発令して改革を始めたことから、その多くが真実だったという信憑性が高まってきました。毎日のように入ってくるアメリカ情報は非常にエキサイティングである一方で、日本人の中にいるろくでもない輩たちと手を組んで私腹を肥やしてきた者たちは戦々恐々としていることと思います。しかし、トランプは日本が抱える異常な状態にまで手を出してこないことは明白で、日本のことは日本人が問題意識を持って対峙しなくてはならないわけです。私たちは今までまともな情報をシャットアウトされてきたことや、3S 政策の術中にまんまとはまって、自ら物事を考える力を奪われてきた人がほとんどであったため、政治家や官僚たちの好き放題にされてきたと言っても過言ではないと思います。国民は増税という逃れられないシステムによって継続的に所得を搾取されてきました。ここでトランプが巻き起こしている波に乗っかって、国民の財産から搾取してきた犯罪者を吊るし上げていく必要があると思いますし、そのためにも一つ一つ私たちが騙されてきたこと、今も騙されていることに気がつく必要があります。トランプによる US エイド解体。本題に行く前に、関係ないように見えて実は根底でつながっているトランプ大統領による US エイドという機関の閉鎖についてお伝えします。US エイドとはアメリカ合衆国国際開発機関の略で、非軍事の海外支援全般を扱う機関です。職員は世界60カ国に総勢1万人以上いるそうで、その3分の2は海外駐在員となっています。予算は400億ドル、日本円で約6兆円から7兆円となっています。その活動範囲は多岐にわたっており、例えばウクライナで負傷した兵士に義肢を提供することから地雷の撤去、アフリカでのエボラ拡散抑制まで多岐にわたっています。今回政府の独立機関として存在していた US エイドを閉鎖し、その活動は国務省の一部として機能することになりそうです。職員は約290人まで一気に削減され、関係者に激震が走っています。トランプ大統領は US エイドが担っている全ての事業の活動を停止するわけではなく、必要なものは継続していくとしています。トランプとイーロン・マスクが着手したこの US エイドの実質的な解体作業の理由は、人道的な活動の陰で行われていた腐敗がひどいからだと言われています。その詳細は今後どんどん明らかになっていくと思いますが、どうやら民主主義の脅威となる活動に税金が湯水のごとく流れていたことが明らかになっているようです。ざっくり言えば、いわゆる左派メディアにアメリカの血税が流れ、社会の分断を引き起こす活動の資金源となっていたとされています。具体的には、US エイドは6000人以上の公認ジャーナリストに2億6800万ドルを費やしていました。つまり工作活動費と言ってよいでしょう。その内容とは例えば、保守的で独立したメディアを黙らせるために数百万ドルを費やし言論封じ込めを行っていたことが発覚。さらに2020年3月、ビッグテックとレガシーメディアの間で
トラステッドニュースイニシアティブ TNI と呼ばれるパートナーシップを創設し、偽情報神話を確実に阻止するために協力すると合意しています。偽情報対策と称して情報検閲及び言論弾圧をしていたのです。そしてこの TNI には日本の NHK も名を連ねていましたし、 NHK のホームページにもその関係は公開されています。ろくでもない輩というのはいつも言っている通り、もっともらしい口実の裏でとんでもないことをやっているのが常套手段となっています。早速日本の主要メディアはトランプとイーロン・マスクのこの政策に批判のポジションを取っていますが、日本の主要メディアも USAID から工作資金が流れていたかどうかは今後間違いなく明らかになるでしょう。 IPCC の主張と反論意見。ちなみに IPCC とは何かというと、気候変動に関する政府間パネルで、国連環境計画 UNEP と世界気象機関 WMO によって1988年に設立されました。政府間パネルとは、国や地域が参加する組織や会議で、通常は特定のテーマに関して議論や協議が行われています。 IPCC には194の国と地域が参加していて、科学者や専門家が集まり、気候変動の評価や政策提言を行う国際的な組織です。 IPCC の主な役割は、気候変動に関する最新の科学的知見を収集し、それに基づいた評価報告書を作成することになっています。この IPCC からの報告を受け、国連総長のグテーレス事務総長は2019年9月13日に洪水、干ばつ、熱波、極度の嵐、山火事は悪化から悪化へと進んでおり、驚くべき頻度で記録を破っています。ヨーロッパの熱波、パキスタンの巨大な洪水、中国、アフリカ、米国での長期にわたる深刻な干ばつ、これらの災害の新しい規模については自然なことは何もありません。それらは人類の化石燃料中毒の代償です。気象や気候、水関連の災害の数は過去50年間で5倍に増加しています。と述べていることに対して、気象学者のロジャー・ピールケ・ジュニアは、グテーレスが言っている災害が 500% 増加しているのは明らかに誤報であると言っています。これにはちゃんと根拠があって、パキスタンの洪水を地球温暖化による異常気象が原因だと言っていることに対して、パキスタンは1年を通して国土の多くが洪水に見舞われているという事実を歪曲していっていると指摘しているのです。パキスタンという国は国土の 80% が大河川の氾濫域にあって、国土の 75% が海抜7メートル以下なので、日常的に河川の氾濫が起きていて、よく見るこのような記事や画像を使用することで深刻な地球温暖化をイメージさせるというミスリードが起きていると言えます。また、災害が50年で5倍に増えたと言っていることに対しても、パキスタンの災害件数はむしろ激減しています。これは災害対策技術の向上とともに減少しているということです。このようなミスリードは他にも例があって、科学雑誌で有名なサイエンスでもそれはありました。この画像を見たことがあると思います。2010年にサイエンスに載せられた画像なのですが、北極の白熊が地球温暖化によって溶け出した氷が多く困っているという印象を与えるものでしたが、これはコラージュ、今でいうフェイク画像だったことが判明し、訂正文が出されました。今政府は SNS の誤情報やフェイク情報を取り締まる法案を作成する方向で動いていますが、誤情報の定義はどうするのでしょうか。世界機関が堂々とフェイクを流している状況は庶民の多くが知っていることになっている状況で、情報統制とか言論弾圧に向かうこの流れは非常に注目しておかなければならないのではないでしょうか。私たちに降りかかる増税というしわ寄せ。その地球温暖化対策では、かつて小泉進次郎が2030年までに2013年比で 46% の温室効果ガス排出量の削減を実現すると言って話題になりましたが、さらに2050年にはゼロを目指すと言っています。果たしてその実現のためにはどのくらいの税金が投入されるのでしょうか。そもそも実現できるかわからない二酸化炭素排出量をゼロにすることによって、一体どのくらいの気温上昇を抑えられるのでしょうか。IPCC の資料によると、1兆トンの二酸化炭素を出すと気温が 0.5 度上がるのだそうです。日本の排出量は年間10億トンですから、その1000倍排出した時に 0.5 度の気温上昇がするということになります。では日本が独自目標の達成に向けて取り組んで成し遂げた場合の効果を計算するとこうなります。資料は2020年から30年後の2050年に温室ガス排出量ゼロというものを目指したグラフとなります。この三角形の面積が削減効果ということで計算されたものとなりますが、計算結果を見ての通り、
たったの 0.0075 度しか効果がないということです。しかも世界における日本の温室ガス排出量というのは 3.2% なので、その効果はいかほどかというわけです。だったらやらなくてもいいという話にしていいのかどうかはさておき、そのために税金をいくら使うのでしょうか。詳細は割愛しますが、1% 排出量を減らすために必要なコストは1兆円だそうです。ということは小泉進次郎が2030年までに 26% から 46% へと 20% 減らすということは20兆円税金を投入することになります。そうすると国民1億2500万人で頭割りすると1人当たり16万円の負担となります。3人家族なら1世帯の負担が48万円です。この計算は生まれたばかりの赤ちゃんや子供、老人も含まれているので、それらを除けば1人当たり100万円前後の負担になるのかもしれません。今の財務省の考え方からすると支出増を増税で賄うという緊縮財政路線を意地でも堅持していますから、これは間違いなく増税という形を取ることになるでしょう。二酸化炭素が悪玉だとして考えてこの政策を取った時に、その効果はほぼないと言っていいものに、おそらく1人当たり100万円前後の負担増しになります。その税金はどこに消えていくのでしょうか、という話です。いかがだったでしょうか。年々増税されていく今の日本で、非正規雇用の労働者が確実に増えているのは政府が推し進めている制度によってどうしようもないことであって避けようがありません。このような日本人の貧困化につながる政策をなぜ進めるかについての素朴な疑問が湧くかと思います。それは大企業にとって人件費の節約と、なんと消費税の節約にもなっているというオチもついています。さらには働き方改革という悪性によって働きたくても働けないという状況を作り出しておいて、さらに増加する人手不足を外国人労働者で賄う制度で、その陰には岸田元首相や麻生元首相の身内が経営する派遣会社の存在もあって、どこ向いて仕事しているのか疑問になることばかりです。温室効果ガスの削減に使う税金のしわ寄せは先ほど言ったように私たちにのしかかってくるわけですが、それだけでは済みません。何度か紹介していますが、以前配信したこの動画でその仕組みを説明している通り、温室効果ガス排出権の売買が行われるようになり、そのコストはもちろん価格転嫁されて消費者負担となります。そこでまた利権が発生するわけであり、全世界の庶民から財産を搾取するという驚きの実態が行われようとしています。それだけでなく、その他多数の増税などによって可処分所得が減った庶民の消費はガタ落ちになり、企業の売上源となって現れ、倒産ラッシュとなることは必至です。すべての原因は世界全体を奴隷化しようとしているろくでもない輩たちの存在があるのであり、その実現に使われている手下には私腹を肥やす既得権を与えて野望の実現を図っているという構図に思えます。トランプ大統領がパリ協定から脱退するということによって、この謀略の実現がどうなっていくか分かりませんが、当面は私たちが豊かになる方向とは違う政策を日本政府はやり続けることになると思います。物価高はますます上昇するでしょうし、経済システムの破綻の可能性も高くなってきています。生き残るためには食料備蓄は最低限必要ですし、資産をお持ちの方はいかに守るべきかの情報を集めていく必要がありそうです。経済的に困難になっていきそうな方は、今のうちに食料備蓄を全力でしていくことを強くお勧めします。そしてトランプ大統領が着手している腐敗したアメリカの革命によって、今までずっと陰謀論と言われていたことの多くが事実であったと明らかになっていくと予想されますし、同時にこのチャンネルで警告し続けてきた食料危機までのシナリオの信憑性も増してくることになると思います。ぜひ共に生き残るためのマインド設定と、食料や日用品、医薬品などの備蓄を進めて生き延びていきましょう。最後までお付き合いありがとうございました。以上で今回の話は終わりとしますが、皆さんの応援が次の動画作成の力になりますので、いいねボタン、チャンネル登録、通知設定をオンにしていただけると嬉しいです。また、コメント欄へのご意見、ご感想の書き込みもいただけたら励みになります。最後までご視聴ありがとうございました。好奇心 TV でした。